今医療の標準化、近典化っていうのがどの領域でも重要と言われています。それは私たちの領域、リウマチ膠原病内科でも同じでありまして、標準化、近典化っていうのは専門医の間では広まってきていると思うんですけれども、それを各地域に広げるということになると、パソコンとか本とかそれだけでは難しいというところがあります。最近この IoT っていうのが非常に進んできました。その IoT をやはり医療・医学の方面に応用するのがやはり近典化、標準化には一番良いんじゃないのかなというふうに思ったのがまずきっかけです。マイクロソフト社さんのこのテクニックとメカですかね、これは本当に進んでるなっていうのがやっぱありまして、MR 技術を用いると 3D でよりリアルにいろんな情報交換ができると、そういうことを考えまして、今回のMR 技術を用いた最初のトライアルですか、それを行ってみようと。長崎県は離島僻地が多く、慢性的な医療人材不足や都市部との医療格差、医師の偏在化が問題となっています。離島僻地では専門医が少なく、患者様が本島の方に定期的に受診している現状です。高齢や体調不良を理由に遠方地への通院が困難になることが少なからずあります。MR 技術を遠隔診療に活かせないかと考えて発案しました。本システムではキネクトで撮影した遠隔の患者様の手をホロレンズ2を用いてリアルタイムにホログラムとして描出することができます。関節リウマチの診療においては関節を正確に評価することが不可欠です。通常のオンライン資料で用いるテレビ電話やウェブ会議システムでは平面映像のために関節を正確に評価することは困難です。今回のシステムでは関節の動きをリアルタイムに評価することができるので、患者様が目の前にいるような臨場感を持って関節を正確に評価することができます。MR 技術っていうのは遠隔で専門医が自分の感覚で動かせるところにですね、一番の魅力を感じました。この MR 技術を使いますと、かかりつけ医はもう患者さんと基本的に話して患者さんのケアに一番に注力できると。遠隔の専門医は患者さんに MR を通じてですね、接することができるという意味で患者満足度も高くなるような気がしております。また従来の方式ですと専門医の顔が患者さんに見えず、どういう先生が私を遠隔で見てくれてるのかなというのが分かりません。Teams を使うことでこの医師、患者、かかりつけ医っていう3者がですね、双方向性でコミュニケーションを取る、あるいは双方向性でリアルタイムに訴えを感じることができるということで、非常に有用なツールだなというふうに感じます。リアルタイムに患者さんに対して遠隔での専門医からの助言があったりとか、専門医からかかりつけ医へ治療のアドバイスをされることで、非専門医が処方するその内容にも自信が持てるところがあります。将来的にはこのシステムを本当に専門医へのアクセスが難しい方々、離島のさらに僻地の遠方の方、離島からさらに船で行かないといけない二次離島の住民の方、そういったところの医師が常駐していない診療所、そういったところにこのシステムを置くことで物理的心理的なアクセスが難しい方ですね、そういった方にも広げていければ大変喜ばしいかなというふうに思っています。本システムではマイクロソフトのクラウドプラットフォームであるマイクロソフト Azure の AI を実装する計画をしています。一つ目は表情認識を用いて診察室での患者様の表情の変化を捉えて心情を評価するという機能です。2つ目は言語認識を用いて患者様との対話をリアルタイムに時系列で文章に起こすことができます。診察時間の短縮にもつながるかと考えています。3つ目は画像認識カスタムビジョンの機能です。画像認識で主張した関節を指摘することで、実際にホロレンズで観察した関節が腫れているかどうかをサポートする役割があります。医学の領域は検査値だけでわからないところがあるので、この 3D を用いると非常に多くの情報を広く見ることができますですよね。今回はまず関節に着目しているので、そこを大きく映すような形で
条件設定してるんですけれども、このシステムが進むと全体像が分かるようなシステムも構築できると思うんですね。そこまでいくと本当の遠隔診察室、そういうところにできるんじゃないかと思います。非常に期待して進めていきたいと思います。